アクロパパの AI 教室。前回はハーネスエンジニアリング、つまり AI の成果物を機械に見張らせる仕組みを学びましたね。テストや型チェックで自動的にダメ出しする枠組みですよね。レンはあれでだいぶ助かってます。プリアは逆にハーネスが厳しすぎて AI が何度やっても通らないことがあって困りました。いい悩みだねプリア。実は今日のテーマがまさにそこ。書かせて検証して直させる、このループの回し方を学びます。まず聞きます。 TDD って知ってますか？テスト駆動開発ですよね。先にテストを書いて後からコードを書くやつ。そう、まず失敗するテストを書く、これがレッド。次にテストを通す実装を書く、これがグリーン。この繰り返しだね。人間がやるのは知ってますけど AI でどうやるんですか？やってみよう。お題は税込み価格を返す関数。まず人間がテストだけ書く。税率 10% で100円なら110を返すべしと。この時点でテストを走らせると関数が存在しないから、もちろんレッド、真っ赤に失敗する。で、その失敗を AI に渡すんですか？その通り、レン。コーディングエージェントにこのテストを通す実装を書いてと頼む。すると関数を生成してくれる。 AI の出力はこうだった。プライス ×1.1 を返す。テストを走らせるとグリーン、通った。ちょっと待ってください。小数点の丸めは大丈夫なんですか？99円だと 108.9 になりますよね。さすがプリア。そこで次のレッドを足す。99円の税込みは109円であるべしと。走らせるとレッド、失敗する。再び AI に失敗ログを渡す。すると AI はマスドットシールで切り上げに修正してきた。走らせるとグリーン、2件とも通った。おお、人間はテストを足すだけで実装は AI が直してくれるんだ。これが AI 版 TDD サイクル。人間がレッドを作り AI がグリーンにするループの基本形だね。ところで失敗ログってそのまま全部渡すんですか？長くなりません？いい質問。ここが検証結果の渡し方の腕の見せ所なんだ。まず悪い例から見よう。ダメな渡し方。テストが落ちました、直してください。これだけだと AI は何が落ちたか分からず的外れな修正をしがち。ログ全文をコピペすればいいんじゃないですか？レン、500行のスタックトレースを丸ごと渡すとコンテキストウィンドウ、つまり AI の作業机を無駄遣いする。良い渡し方はこう。テスト名、期待値、実際の値、該当ファイルと行番号、この4点に絞る。要件の4点セットみたいに検証結果にも渡し方のフォーマットがあるんですね。アクロパパ的にはここが一番差がつくポイントだと思ってる。同じ失敗でも伝え方で AI の修正精度が全然違う。このサイクルってテストが通るまでずっと回せばいいんですよね。自動化すれば最強じゃないですか。レン、それが一番危ない考え方。無限ループの罠にはまるパターンだよ。無限ループ？終わらなくなるってことですか？実例を見よう。あるテストが5回連続で落ち続けた。 AI は毎回違う修正をするけど別の箇所が壊れてモグラ叩き状態。1回目、関数名のタイプを修正。2回目、型が合わず別の関数を壊す。3回目、壊れた関数を直すと元のが戻る。うわ、3回目で振り出しに戻ってるじゃないですか。これがもし自動で100回回ったらトークンもお金も時間も溶けていく。だから打ち切り設計がいる。何回で止めるのが正解なんですか？アクロパパ的には3回を目安にしてる。3回直しても通らなければそれはプロンプとか設計が悪い合図。具体的には3つのルールを決めておく。最大リトライ回数、1回あたりの制限時間、そして同じエラーが2回出たら即停止。同じエラー2回で止めるのはなぜですか？同じエラーが繰り返されるのは AI がその問題を解く情報を持っていない証拠。回しても解決しない人間の出番だ。なるほど。ループの止め時が人間が介入すべき瞬間なんですね。最後に一番大事な話をします。テストが全部通った。ループが完走した。これで安心していい？グリーンになったなら成功でしょ？さっきの税込み計算を思い出して。テストが100円と99円しかなかったよね。0円やマイナスの入力はどうなる？テスト自体が甘ければ通っても意味がないってことですか？その通りプリア。 AI はテストを通すことに全力を注ぐ。極端な話、答えをハードコードしても通る。実際それやられたことあります。if 文で期待値をそのまま返してて一瞬気づかなかった。だからレビューゲートが必要になる。テストが通った後に人間かもう一つの AI が中身を検分する関所だね。レビューゲートって具体的にはどうやるんですか？例えばサブエージェント、
つまり古文の AI にこのコードにハードコードされた値がないか確認してと頼む方法がある。もう一つは人間が差分だけ目視する。全部読む必要はない。変更点とテストケースの網羅度だけ確認すればいい。ループを回すだけじゃなくて乾燥後のチェックまでがセットなんですね。まとめよう。今日学んだのは3つ。レッドグリーンのサイクルの回し方、検証結果の渡し方、そして止め時の設計。そして乾燥しても安心しないことですね。プリア的にはここが一番刺さりました。ループは強力だけど万能じゃない。回すのは AI。でも止める判断と品質の最終責任は人間にある。ここ大事。次回はいよいよサブエージェント。仕事を分割して AI に委任する方法を学びます。お楽しみに。